誰も傷つけないで行動する。そんなことできるのって？はい、それができるんです。どういうことだと思いますか？はい、それは何もしないで家にいれば誰も傷つけません。そういうことじゃない？もしかしてこれで傷ついちゃいました？どうもすみません。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。今日は誰も傷つけないで行動するという話です。誰も傷つけないで行動するっていうと、あなたはどういうことだと思われるでしょうか？例えば話をしていて誰かを怒らせてしまうことがあるかもしれません。そういうのってこちらは普通に話していたつもりなのに、相手の心が傷ついてしまって怒り出してしまうっていうことがありますよね。それは多分確率的にはほとんどないと思いますけど、ないこともないこともない感じでしょうか。あるいは相手を褒めようとして言った言葉で、なぜか相手が傷ついてしまうこともあるかもしれません。例えば、いやー、何々さんのスタイルはいいですよね、なんて言うと、場合によってはセクハラ、パワハラになりそうですし、本人が気にしている場合もありますよね。これは気がつかないでつい言ってしまう人もいるかもしれません。他には、あなたが学校のテストで良い点数を取った時に、点数が低かった誰かが傷つくことがあるかもしれません。いい点数を取って羨ましい、それに比べて自分は、という感じで傷つくことについてはどうしようもありませんよね。それは他人と比べてしまうこととか、テストの点数を自分よりも重要視してしまいすぎるとか、他の問題点も含まれているかもしれませんが、あなたに関係ないところであなたの行動で傷ついてしまう人もいるかもしれません。このように極端な話、あなたは普通にしているだけなのに、妬みや嫉妬などで知らないうちに誰かが傷ついてしまっていることがあるかもしれません。そうやって考えてみると、自分で誰かを傷つけようと思っていなくても、誰かが勝手に傷ついてしまうこともありそうですよね。とりあえずそういうのは気にしない人もいると思いますが、それを含めて今回は誰も傷つけないで行動するという話になっています。ここまでの話で誰も傷つけないで行動するっていうのはちょっと無理そうだよなと思いますか？思いますよね。いや、思うはずだ。これは実は私も無理だと思います。じゃあさっき言ってたことは何だったんだ？この動画のタイトルはどういうこと？詐欺？傷つくんですけどって思ったあなた、もう少し話を聞いていただけますか？この時点で他の動画に行ってしまった人もいるかもしれないですね。さて、ここで本題に入る前に少しカルマの法則について話をしましょう。以前の動画で話をしましたが、あなたが行った行動はあなたの周囲に影響を及ぼして、やがてあなたに返ってきます。あなたがやったことが返ってくる。悪口を言えば悪口を言われる。何かをあげれば何かをもらう。そういう作用、反作用とでも言えるようなことが起こると言われています。これは信じるか信じないかということですので、信じなくてもいいとは思います。ただこちらから悪意を示せば、相手が嫌な思いをして態度も硬くなるっていうことは経験的にも納得できるのではないかと思います。これは信じられないなっていうのは、例えばコンビニなどの募金箱に寄付をしたときに、あなたには違う形で良いことが返ってくるというようなことです。あるいは税金です。たくさんの税金を払うのは気持ち的には嫌かもしれませんが、そうやって社会貢献をすることで、あなたには良い影響が戻ってきます。
この辺はそんなバカだって思う人も結構います。ただこれらはそう思う人もいるぐらいにしておいていただいて大丈夫です。実は超越瞑想を行うこと自体も、周囲に良い影響をもたらすので、実践すればするほどあなたに良い影響が戻ってくるとも言われています。それを信じなくても疲れが取れるから瞑想していますというだけの方もいますので、特に信じなくても大丈夫です。効果は自動的です。さて、今回の動画の冒頭の話に戻りますが、あなたが悪意も何もなく普通に過ごしているのに、勝手に自分自身で傷ついてしまった人がいるとすれば、とりあえずはあなたの責任ではありませんし、そのことであなたに悪影響が及ぶこともありません。ただ、あなたの姿や行動を見た人が良くない噂をして、それがあなたに良くない影響があるとすれば、それは今言ったカルマの影響ということになります。他の過去のカルマが戻ってきたということで、それはどうしようもありません。ここまではよろしいでしょうか。今回の動画は、これからのあなたの行動について、誰も傷つけないで行動するということを実現しようとするものです。内容としては、この超越瞑想の本の、226ページ、これですね。電子書籍版では第3部、生きる技術の第5章の括弧7、誰も傷つけないで行動する技術のところです。どのようなことが書かれているか興味がありますか？まずはですね、自分自身にも周りのあらゆる人々にも利益をもたらす行動を選ぶことと書いてあります。ここのポイントは4つあって、まずは自分自身に利益をもたらすことです。誰も傷つけないで行動するというのは、自分自身も含めて考えてみていいと思います。自分に対して、例えば自分はダメなやつだとか、あの人よりも劣っているとか、そういうふうに自分を責めてみたり、あるいはお腹が空いていないのにたくさん食べてしまうとか、暴飲暴食ですね。それは自分自身に対してはあまり良くないですよね。そして次に周りの人。これは分かりやすいと思いますが、周囲の人たちに利益をもたらす行動。それは例えば何かをあげる。手伝ってあげる。心地よい言葉をかける。などです。この自分や周囲の人に利益をもたらす行動っていうところが3つ目のポイントなのですが、一つ一つの行動が大切です。基本的には誰かを喜ばせるという行動でいいと思います。そして4つ目のポイントが選ぶということです。あなたは自分自身の行動を選ぶことができます。自分自身にも周囲にも利益をもたらす行動、これを選ぶんですね。選択肢があるということです。あなたが良い行動を選ぶことで、相手を傷つけないで行動することができます。そして次に注意する点としては、この行動を成し遂げる合法的手段を採用するということがあります。これは文章にするとちょっと硬い表現になってしまうのですが、要するに法律を守りましょうということです。合法的っていうと普通は法律のことだと思いますよね。日本国憲法や条例などです。しかし、例えば仲間内のサークルとか地域の暗黙の了解のようなものも含まれると思います。判断基準としては、あなたが選んだ行動が周囲に緊張を生むかどうかです。極端な話、日本刀のおもちゃを持って歩いていて、それ自体は違法ではありませんが、周囲の人は、あれ？なんかあの人怖いっていうふうに思ってしまうような場合もありますので、気をつけましょうということです。
さて、ここまでの話を聞いてどのように思いますか？なんとなく言ってることはわかるけど、そういうことをいつもできるとは思わないし、それこそ知らない間に誰かを傷つけてしまうのはどうすればいいの？という感じでしょうか。わかります。これはですね、この本にも書かれているのですが、誰かを傷つけないで行動できるという確信は誰も持てませんということです。ただし、例外があります。それは宇宙意識、いわゆる悟りの状態ですね。その状態に達した人はうまくできるようになるということです。理由としては、行動がいつ、宇宙のどのレベルにどのような影響を及ぼすかっていう問題は普通の人では判断できないからです。行動の結果っていうのはとても複雑で、一つの行動が与える影響を評価するのは人間の知性の範囲を超えているからだそうです。そのようなわけで、この本には誰をも害することなく行動する唯一の方法について書かれています。それは知性と意識を絶対の神聖な意識のレベルに高めることです。このレベルに確立されると、いかなる行動を始めたとしても、その行動は自然に進化の増大する流れに乗って進行していき、その人自身にも被造界全体にも害を及ぼすことはありません。最後、ちょっと難しくなってしまいましたね。これは簡単に言うと、悟りのレベルに達した人は誰も傷つけないで行動することができるということです。今回の動画をまとめてみますと、まずは自分自身や他人の利益を考えるような行動を選ぶことが大切だということです。それだけでも良いのですが、もし完璧にそれを行おうとするには、意識のレベルを上げることが必要になります。超越瞑想の毎日の実践によって、そのようなレベルに自動的に近づいていき、やがて達成されます。もちろん個人差はありますし、超越瞑想を実践していなくても素晴らしい人たちはたくさんいます。超越瞑想はとても簡単で効果のある瞑想ですので、そういう意味でも私はおすすめをしています。今回の動画はここまでです。もし超越瞑想をまだ学ばれていない方で興味を持たれましたら、ぜひお近くの瞑想センターで開催されている瞑想の説明会にご参加いただければと思います。今回もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。